イライラちょっと許してもらいたいですかね。喧嘩しがちになっちゃうんで。どうせ生理でしょ、あ、生理前でみたいな言う人もいるんだって。私びっくりしちゃって。Hey guys, this is Kapika. Welcome to Tokyo. Now, sexual education is different in every country, and so it is in Japan. We actually went around to the streets of Tokyo to ask Japanese girls what they wish Japanese boys would understand about more, and a majority or many of them mentioned they would understand, or they wish that boys would understand, or at least be a little bit more educated on female bodies and periods. So they have a big problem here in Japan. So let's find out what it is and ask Japanese girls. ですよね。よく男性これ分かってないんだよねって思うのは何でしょう。生理の時イライラしちゃうじゃん。けど、それを分かってくれる男の人ってあんま少ない気がする。海外の方がね。海外も全然パッと買いに行くよみたいな男性いるんですよ。めっちゃいい。日本ではないんですか？そうだよ、多分。買ってきてあげるって言わないの？パンツとか洗ってほしいよ。それは無理だよ。無理かも。そのイライラちょっと許してもらいたいですかね。喧嘩しがちになっちゃうんで、その時はね優しくしてほしいね。はい。逆に彼氏だったら覚えてほしいですよね。だいたい言わないでも知っててほしいじゃないですか。時期を。確かにめっちゃでき、それは。それやってくれたら完璧結構。しかも相手も彼女今日イライラしてるなんでじゃなくて、時期が近いのかなみたいな。そうやってことはねめっちゃいいよね。急に頭真っ白になった。なんだっけ？ちょっと待って、わかった。オッケー、思い出した。ちょっと休憩に入ってたから、ちょっと楽しそうオフになってた。じゃあ行きます。男性は女性に対するわからないことがいっぱいあるよね。そのいっぱいの中に何かを取り出してください。何か、日本の男性はとか言うべきじゃないのかもしれないけど、体が違うじゃない？やっぱり男性と女性って。だから、それで、いろいろさ、体調が悪いことの方が多いじゃん、女性って。それを、なんかもう、例えば言っちゃうとどうせ生理でしょとか言ってきたり、なんかこう生理でからかってきたりとかする文化に最近日本なってきてて。からかうんですか？からかうんです。だからちょっと具合悪い、生理じゃなくてもちょっと風邪ひいて具合悪いなとかなっても、どうせ生理でしょ、あ、生理前でみたいな言う人もいるんだって。私びっくりしちゃって。だからないわちょっとわからないって感じ。なんか引くわ。引く。そう。同世代か、もうちょっと若い子なのかな。でもなんかネットでよくそういう話を見るんで、ありえなくないと思って、月の半分以上体調悪いって言われてるから、確かにそうだし、そこはちょっと分かって、むしろ体調悪いなって思ったらほっといてほしいし。っていうかもうちょっと優しくしてもらいたいじゃないですか。そうですね。一生多分分からないと思うし、どんだけ払いたいかも分かんないと思うから、お腹痛いんだねっていうことはとりあえず分かってほしいって感じ。なんかそれすら知らない人も、なんか知識が、日本は性教育遅れてるから、すごいその知識がまずないから、それも関係してるのかなと。その学校で教えたりとかはあんましないんですか？するけど、私30代なんですけど、例えば修学旅行の時に生理とかの話になると、女の子だと避けられるの。じゃあ女の子だけ残ってくださいって、男は帰ってくださいって言われて、それで生理来る人はちゃんと持つもの持ってきましょうねとか、何かあったら先生にすぐ言ってくださいねっていう話をそこで初めてされる。その現場に男はいないの。ってことは男の人はそれをあんまり教えてもらえないんですかね？でも一応授業ではあるの。保健体育の授業ではあるんだけど、ちょっとなんかこう絵みたいなので、女性は男性の体が違うんだよ、こういうものがあるんだよっていうのだけで、あんまり詳しくはどんだけお腹が痛いかとか、人によってはもう起き上がれないぐらいお腹が痛くなるとか、もうお腹だけじゃなくてもう全体的に体調悪くなって熱出ちゃう人とかもいるっていうのをまでは今多分教えてないと思う。私は習ってない。保健体育、体育ってさ PE じゃん。 PE じゃなくてデスクのお勉強の PE って感じ。
体についての勉強みたいな。そうだからこういう体の仕組みがあってっていう授業。バイオロジーに近い？あ、そんな感じかもしれない。教室で勉強する日と、外に出て走ったりする日がある。毎回走らなくていいってことじゃないですか。まあそうなんだけどね。ちょっと嬉しいかもしれない。でもね、それは私はだけど小学校3年生ぐらいから始まったかなっていう感じ。だから小学1年生とかにそういう体のこととかはやらない。みんな外で走ってる。じゃあそこの中でちょっと気にしちゃう。俺気になるのは、本当にひどい人は、PE の授業、痛いのできないと思うけど、でも私ね、一回お腹痛いから休みたいですって言ったら、生理のたびに毎回休むんですかって言われたもん。だから怖い。と思って、でもちょっと今日はすいませんって言って休ませてもらったけど、でもまあ生理のたんびに休むのもあんまいいことじゃないから、これからは上手に生理と付き合っていきましょうねって女の先生に言われた。と思って。まあ、強くない人もいるんで、わからない人もいると思うんですけど、逆になんか本当にやばい人はその医者からの書類とか出したりとかするんです。そうでもそれもお金かかるからね。多分診断書も日本は多分5000ぐらいかかるところもあるって昔聞いたことがあって、でも本当に普通はお腹痛いんでっつったら休ませてくれるとは思うんだけど、でもそういうあんまり理解がない先生も日本の先生いるから、そういう人たちは診断書持ってこいって言うかもしれない。会社の場面はどうなっちゃうんですか？会社の場面はどうなっちゃうんですか？会社はでも会社の方が分かってない人多いかな。だから上司とかが要は男の人だったりするわけだから、お腹痛いだけで休むんですかって、まあ最近はいろいろネットで広まってきてるけど、やっぱりそういうのを知らない人がボスだと、なんかちゃんと診断書持ってこいとかいう会社もあるかもしれないね。であと休むと周りの人が仕事をやんなきゃいけなくなるから、もし男の人に、女の人だったら分かってくれるかもしれないけど、そういうしわ寄せがその人に来たらうわーって思う人はぶっちゃけいると思う。口には出さないけど、うわーこの人のせいで仕事やる羽目になったわ、残業する羽目になったわっていう人はいると思うかな。だから 100% の理解は難しいと思う。誰に対しても。女同士でも生理の重さとか違うし、自分が経験してなくて理解できないものでもちょっと分かろうとしてるところが大事。それはすごい大事だと思う。だから文化の違いとかでもそうじゃない？外国の人は日本の文化を知らないで日本にやっぱり来るから、なんかって思わずに教えてあげた方がいいのかなとも思うし、だからそういう生理とかも私あんまり重くない方なんですけど、やっぱ起き上がれないような人もいるから、そういう人がいるんだなっていうのを情報を自分で集めることも大事だよねとは思います。今インターネットがあるからいろいろ検索できますし、ね、ちゃんと相手のことをもうちょっと考えましょう。そうですね。I think we can all agree that we all have different bodies, different ways of our lives, and how that is affecting our health and our happiness. And trying to at least understand the other person, no matter if they're male, female, is such an important thing. Our bodies are different, so how about we listen out to each other a little bit more, get a little bit more educated, and show a little bit more understanding. That can go a really long way of bringing us all together and making sure we're all a little bit happier. Now guys, I hope you enjoyed this video. Thanks for checking us out. Don't forget to subscribe, and the next video is right here in case you're curious about more things that Japanese people think. Thanks so much for hanging out. This was Kathy Cat. My socials are down below. I'll catch you soon. Bye!